この話は実在の人物をもとにしていますが、一部に解釈や表現を含みます。なぜここにいるのか、なぜ同じようにできないのか、その問いが胸の奥で沈まずに残る。尾崎豊。後にその名は時代の空気と結びついていく。だがこの頃はただの一人の少年だった。特別ではない。むしろどこにでもいる側に近かったとされる。だからこそズレは深く刺さる。周囲との差は小さい。ほんのわずかに見える。だが本人にはそれが重かった。学校という場所には決まりがある。髪型、服装、時間、態度、すべてに基準があり、外れないことが求められる。従うことが前提だった。疑うより先に合わせることが優先される。その空気が息苦しく感じられた。反抗したいわけではない。ただ理由を知りたかった。なぜそうしなければならないのか。だがその問いは歓迎されない。口に出した瞬間、面倒なものになる。だから飲み込むしかない。飲み込んだ違和感は消えない。むしろ形を変えながら残り続ける。小さなトゲのように日常は続いていく。同じ教室、同じ会話、同じ笑い声。その中で自分だけが少し遅れている気がする。みんなが進める場所で一人だけ足が止まる。合わせることはできる。だが納得まではできない。そこに静かな苦しさがあった。それは派手な痛みではない。誰かにすぐ伝わる種類でもない。だから余計に厄介だった。叫ぶほどではない。だが放っておけるほど軽くもない。その中途半端さが心を削っていく。何かが違う。だがその何かをうまく言葉にできない。それが一番苦しい。周囲は普通に見える。自分だけが妙に引っかかっている。その感覚が少しずつ濃くなる。外に出せないまま内側に沈んでいく。逃げ場が見つからない。感情だけが増えていく。ある日、音楽に触れる。ただ聞くだけでは終わらない。そこに出せる場所があると知る。言葉を乗せられる。押し込めていた感情を形に変えられる。その感覚は大きかった。初めてだった。ごまかさずに自分のままでいられる場所。きれいに整えなくても成立する世界。だから書き始める。うまく言おうとはしない。まずは出す。頭より先に感情が動く。文章より先に衝動がある。そこに彼らしさが生まれていく。それは整った言葉ではなかった。荒さもある。迷いもにじむ。だが嘘がない。その生っぽさが後に強さになる。作られた言葉ではないからだ。周囲は戸惑う。なぜそこまでむき出しなのかと。なぜそこまで隠さないのかと。本人にも明確な答えはない。ただそうするしかなかった。溜まったものは出さなければ保てない。内側にあるものをそのまま外へ出す。加工しない。取り繕わない。その態度が逆に人を引き寄せる。聞く側は完成度ではなく温度を感じる。本物だと察する。自分の中にも似たものがある。ずっと言えなかっただけだ。その感覚が静かに重なっていく。ここで最初の共感が生まれる。わかると大声で言うわけではない。だが離れられない。聞いた後に残る。引っかかる。何日か経っても消えない。それが広がりの始まりだった。一人の心に触れたものが別の一人へ移る。少しずつ、しかし確実に、やがてデビューへと進む。10代という若さで世に出る。その速さ自体が異質だった。まだ完成されていない。だがそれがそのまま武器になる。未完成だからこそ近い。遠くから見上げる存在ではない。どこか手の届く場所にいる。その距離感が大きかった。歌の中には現実がある。学校、社会、自由への渇き。だがそれは抽象的な標語ではない。実際の違和感から出てきた言葉だった。
だから軽くない。聞く側は感じる。これは飾りではない。体験から出ているものだと。その重さが若者の心に残る。うまく言えなかった感情に輪郭が生まれる。自分の中の曖昧さが少しだけ見えてくる。ここで空気が変わる。個人の表現が集団の感情へ変わり始める。きっかけはライブだった。会場に人が集まる。照明が落ちる。ざわめきが一度沈む。その沈黙の後に音が鳴る。ただそれだけで空気の密度が変わる。何かが始まると全員が察する。彼の声が出る。整えすぎない。抑え込まない。叫びに近い。だが雑ではない。感情の芯をまっすぐ射抜き、逃げ場を消していく。観客が反応する。すぐに体が先に動く。理性より先に体が動き、考える余地が消えていく。誰かが泣く。どうして泣いているのか自分でも説明できない。だが止まらない。別の誰かが声を上げる。抑えていたものが崩れる。会場の空気が崩れ、もう元の形には戻れなくなる。それでも誰も止めない。むしろその崩れ方に救われていく。ここで起きていたのは音楽鑑賞ではなかった。感情の解放であり、同時に制御を失う瞬間だった。長く押し込められていたものが一気に外へ出る。それが許された場所だった。若者たちは気づく。自分だけではなかったのだと。同じものを抱えた人間がこんなにいたのだと。その事実が衝撃になる。孤独が崩れる。だから熱狂が起きる。そして誰かがもう戻れないと気づく。それは理屈ではない状態だった。空間全体が一つの感情に飲まれ、個人の境界が消えていく。この瞬間、尾崎豊はただの歌手ではなくなる。代弁者になる。しかも一方的に語る代弁者ではない。聞く側の感情を引き出す存在になる。答えを与えるのではない。押し込めていた問いを表に出させる。それが大きかった。正解を示すより先に苦しさを見つけてしまった。若者はそこに強く反応する。当時の社会は安定していた。豊かさも広がっていた。だがその裏で息苦しさもあった。選択肢はあるように見える。だが外れてはいけない道も見えている。見えないやつが常に背中にあった。うまくやること、外さないこと、目立ちすぎないこと。そうした空気の中で彼の言葉は異様に響く。言ってはいけないものを言葉にし、その瞬間に現実を壊してしまうからだ。しかも怒鳴るだけでは終わらない。弱さも出す。迷いも出す。格好悪ささえ隠さない。そこに信頼が生まれる。完璧ではないから近い。強いだけではないから重ねられる。若者は彼を理想像としてだけ見ていない。むしろ同じ側にいる存在として見てしまう。だから離れられない。それは理屈ではなく感覚として残る。音だけでなく体験ごと残る。だが熱狂には代償もある。見られる存在になる。期待される存在になる。自由で居続けることと求められること。その両立は簡単ではない。内側で揺れが大きくなっていく。それでも表現は続く。止められない。出さなければ保てないからだ。ここに彼の本質がある。表現は装飾ではない。生きるための出口だった。だから言葉は薄くならない。時間が経つほどむしろ深くなる。若さの衝動だけでは終わらない。静かな痛みも混ざる。迷いも増える。だが確信は変わらない。嘘をつかないこと。自分の言葉で語ること。それが最後まで信頼を支えた。なぜ若者は熱狂したのか。歌がうまかったからだけではない。時代に合っていたからだけでもない。自分の中の苦しさに初めて輪郭が与えられたからだ。言葉にならなかったものが確かに存在すると示されたからだ。一人ではないと知ったからだ。その三つが重なった時、熱狂は必然になる。だから彼は
ただ消費されるスターでは終わらない。心の深い場所に残る存在になる。時代が変わっても語られる。世代が変わってもまた見つけられる。理由は単純ではない。だが核は驚くほど静かだ。誰にも言えなかった感情に居場所ができた。それだけで人は救われる。そして時に熱狂する。尾崎豊が残したものは曲名の数では測れない。若者が自分の痛みを見失わずに済む時間だった。それが何より大きかった。夜の校舎に立つ一人の違和感はやがて時代の声になる。その変化こそがこの物語の中心にある。ここまでが前半の流れになる。彼の原点は派手な反抗ではなく静かな違和感だった。その違和感が言葉と音楽によって外へ出ていく。ライブで孤独が崩れた時、熱狂は現象へと変わる。ここまでで若者が惹かれた理由が見えてくる。続きを聞きましょう。ライブが終わった後、静寂がゆっくり戻ってくる。だがそれは元の静けさではない。空気の中にまだ熱だけが残っている。体の奥で何かが揺れたままになっている。心拍だけが少し遅れて現実に追いつく。照明が上がる。そこで初めて隣にいた顔が見える。だが誰もすぐには動かない。何かを落とさないようにその場に止まる。さっきまでの自分と同じなのか。そんな感覚だけが胸の内側に残る。誰かがゆっくり歩き出す。それを合図に人の流れが動いていく。出口へ向かう。だが足取りは軽くない。何か大きなものを抱えたまま歩いている。壊れたものを元に戻さないように。外に出ると夜風が当たる。少し冷たい。だがその冷たさが妙に心地よい。現実の温度が戻る。それでもさっきの感覚は消えない。音は止まっている。だが残響だけが内側で続いている。耳ではなく胸の奥で鳴っている。それがしばらく止まらない。会話が始まる。だが言葉は少ない。すごかった。それだけで大体足りてしまう。うまく説明できない。だが説明できないからこそ本物だった。それぞれの中に残る。同じようで少しずつ違う形で、誰も完全には言語化しない。できないし、したくもない。むしろその方が長く残る。余白のまま深く沈んでいく。家に帰る。日常の中へ戻る。いつもの部屋、いつもの光。だが同じ部屋には見えない。少しだけ見え方が変わっている。ベッドに腰を下ろす。静かに息を吐く。何も起きていないはずなのに、何かだけは確実に変わっている。それが尾を引く。次の日もその次の日も、ふとした瞬間に思い出す。音としてではない、感覚として戻ってくる。同じ曲を聴く。だが前とは違って聞こえる。あの場を知ってしまったからだ。ただの音ではなくなる。記憶が重なる。そこにもう一つの意味が生まれる。それが強くする。曲そのものより自分の内側を、個人の体験が共有された体験へ変わる。そこで初めて広がっていく。話さなくても伝わる。同じものを知っているという前提ができる。それがつながりになる。見えないまま確かに残る。尾崎の歌はそこで機能する。ただ流れる音楽では終わらない。体験を呼び戻す装置になる。若者は何度も触れ直していく。同じ感覚を求めて。完全に同じには戻れない。だが近づくことはできる。それだけで十分だった。やがて時間が経つ。年齢が変わる。環境も変わる。だが残る。当時の感覚だけがふとした瞬間によみがえる。理由は説明できない。だが消えない。若さ特有の一過性ではない。もっと根に近い場所へ触れていた。だから残る。忘れたと思っても消えない。それが尾崎の特徴だった。時代の産物で終わらない。
時代を超えて残る。しかも静かに。理由は単純ではない。だが一つだけ言える。嘘がなかった。それだけで十分だった。完璧ではなかった。むしろ危うかった。だがそこに現実があった。整っていないからこそ触れられた。だから響く。だから広がる。若者はそこに自分を見た。理想ではなく現実の自分を。だから離れない。そこに安心があった。同時に怖さもあった。深く入り込むからだ。だがそれでも求めた。それが必要だった。ここまでで見えてくる。なぜ熱狂が生まれたのか。それは一つの理由ではない。いくつもの重なりだった。時代、個人、環境、言葉にならなかった感情、その全部が重なった。その中心に尾崎がいた。偶然ではない。必然に近い配置だった。誰かがやる必要があった。それを彼が担った。だから強かった。だから残った。だが同時に重かった。一人で受け止めるには大きすぎた。それでも続けた。表現として、生き方として、境界は曖昧になっていく。それが危うさを生む。だが、それも含めて現実だった。作られた像ではない。実在の重さだった。それが伝わる。だから信じられる。だから離れない。尾崎豊は答えを配る人ではなかった。むしろ問いを外へ出す人だった。押し込めていたものを表に出させる。そこが決定的だった。正解をくれるわけではない。だが苦しさに名前を与えてしまう。それが若者に響いた。まだ自分の輪郭が定まっていない時期に、その言葉は強すぎた。強いからこそ救いにもなった。当時の社会は安定していた。豊かさも広がっていた。だがその裏で息苦しさも増していた。うまくやること、外さないこと、目立ちすぎないこと、そうした空気の中で彼の言葉は異様に響く。言ってはいけないものを言葉にしてしまう。しかもその場しのぎでは終わらない。弱さも出す。迷いも出す。格好悪さまで隠さない。そこに信頼が生まれる。完璧ではないから近い。強いだけではないから重ねられる。若者は彼を理想像としてだけ見ない。むしろ同じ側にいる存在として見る。だから離れられない。音だけでなく体験ごと残るから。それが記憶になる。ただの流行では終わらない。深い場所へ残る。時間が経っても消えにくい。だが熱狂には代償もある。見られる存在になる。期待される存在になる。自由でいることと求められること、その両立は簡単ではない。内側で揺れは大きくなっていく。それでも表現は続く。止められない。出さなければ保てないからだ。ここに彼の本質がある。表現は装飾ではない。生きるための出口だった。だから言葉は薄くならない。時間が経つほどむしろ深くなる。若さの衝動だけでは終わらない。静かな痛みも混ざる。迷いも増える。だが確信は変わらない。嘘をつかないこと、自分の言葉で語ること、それが最後まで信頼を支えた。彼は答えを与えたのではなく、問いを外へ出させた。それが孤独を崩し、若者同士を見えない形でつないでいく。熱狂は一瞬の騒ぎではなく、残り続ける体験として定着した。だから尾崎豊は時代の流行ではなく記憶の深い場所に残った。静かに終わるが、彼の人生は私たちの心の中で続いてる。それではまた次回。